はい、皆さんお元気ですかということで、今回はですね、先日ね、車検出しまして、本日ね、車検が上がったということで、寺田モーターさんの方にやってきております。ということで、車検預けてから2週間ぐらいちょっと経っちゃったんですけど、寺田モーターさんもね、なかなか車検が混んでるということで、整備点検がね、混んでるということでね、ちょっとお時間かかりましたけども、ようやく無事出来上がりましたということで、引き取りにやってまいりました。2週間ぶりに愛車をね見てみたいと思います。あと車検の内容ね、どんな感じになったのかとかね、あとはセルの修理と、あとエアグリもねちょっとつけてみたんで、そちらの方もねちょっと説明していただこうというふうに思っております。はい、点検は、正直言って特にこれはすぐやらなあかんですよとか、そういったのはなかったんで、はい、一通り増し締めと調整類とかやらせてもらってます。はい、でホイールも前交換してて、ベアリングとかも変えてたんですけど、はいはい、一応シャフト抜いて、はいはい、綺麗に全部ねベアリングチェックして、もちろんリアも一回ホイール外して、はい、でスプロケットっていってベルトのつながっているところの中にゴムの部品とかあるんですけど、それが傷んでないかとか、全部チェックして、リアもベアリングチェックしてやって、特に問題ない。問題なし。はい、ありがとうございます。でブレーキフルードも車検前に交換おすすめする部分なんですけど、ブレーキフルードきれいに前後変えさせてもらって、タッチももちろん悪くないんで、このまま乗っていただいて、なるほど。で気にしてあったフロントブレーキパッド、僕もずっと気にしてるんですけど、僕が前から言ってる時からやっぱりほぼ減ってないんで今回変えてないです。前はね、なんやろね、ほぼ使わないね。使わないですね。で高速乗る人、これも前説明させてもらった部分なんですけど、高速用乗る人ってほぼブレーキ使う回数が街乗りより少ないんで、なるほどね、減らないんですよ。でやっぱりお客さんによって使い方も違うので、全然フロント使ってへんですね。もうほぼ使わない、ほぼリア、使うのは使うけど、割合で言ったらもうほぼリアですね。そうですね。でリアも全然使えるレベルなんで、この辺は今後適当に遊びに来てもらった時に、また僕が見てってやるんで。わかりました。でもちろんタイヤの空気圧もチェックさせてもらって、であと今回はミッションオイルと、プライマリーオイル変えさせていただいて、距離的に言ったらハーレーの指定する距離で言うとまだ交換せんでもええぐらいではあるんですけど、やっぱり車検ごととか、うちにデータが残ってるんで、距離ごとに交換をおすすめするんですけど、今回そんな新車から使っててじゃないんで、鉄粉が出たりとか、異様に汚れてるっていうのもなかったんですけど、車検ごとに変えておく方が気持ちはいいですね。はい、で変えていただいたってことね。交換してます。であとはネジ類、細かいネジ類ですけど、その辺も一通り増し締めさせてもらって、緩んでるとこ特に見受けられなかったんで、全然安心して乗っていただける状態、でこっちサイド入ってみるとクラッチワイヤーの調整、クラッチワイヤーの調整、それも、とここの中にもクラッチの調整する部分あるんですけど、そこを調整してクラッチワイヤーの調整してるんで、また変えるときちょっとなんで調整したんですか？もう基本的に規定の調整があるんで、その調整にする方がもちろんクラッチにもいいので、それは絶対調整した方がいいんですよ。また遠くなってるこれ。なので初めちょっと感覚やってください。前それで俺ハンドル変えた時にクラッチの感覚変わってこけたからね。チラッと出しといてください。前の動画のピコって出してる。あれそうですか、気をつけます。できたら、この調整でもちろん乗っていただくのがいいんですけど、お客さんによってはやっぱり手が小さい方とかもいてて、
近くでつながる方がいいっていうお客さんもいてるんですけど、楽やもんねその方が。構造的に説明していくとやっぱり近くでつながるっていうのは、正直こっち側のクラッチに負担がかかるんで、これでやっぱり乗ってもらう方がいいです。わかりました。これが適正ってことね、今のクラッチ状態がね。そうですね。いい状態にしてもらったということやからちょっと遠くなってたら気をつけろと。そうですね。初めだけわかりました。なりますんで。でプラグもチェックさせてもらって、前確か交換しててなんで、これも交換するに値しないんで、今回そのままいってます。ただめっちゃ距離乗りはるんで、これが本来いつ頃交換かって言われたらなかなか僕も判断難しいんですけど、また次のオイル交換ぐらいでチェックして、その時の状態見て、変える変えない判断させてもらえたらと思います。はい、わかりました。でよっぽどプラグって電極って言って先が丸くなり始めたりとかするともちろん交換なんですけど、丸くなってきても結構ハーレーって普通に走ってくれるんで、それはもう要所要所距離で見ていくしかないんで、その辺はちょっとまた打ち合わせしましょう。であとはバッテリーも、うち簡単なテスターがあるんで、バッテリーの中身の状態のテストもこういう点検整備した時見るんですけど、ちょっと弱り気味でしたんで、様子見ていただいて、で冬ってどうしてもバッテリーが弱りやすいシーズンではあるので、かからへんとかセルが重たいっていうわけではないんですけど、ちょっとこれも様子見て、あったかい時期になったら、正直バッテリーって寒いよりぬくい状態の方がいいので、あったかくなるとまた冬よりセルの回り方が若干こう元気になったりっていうのは見受けられると思うんですけど、すぐに交換せなあかんっていうレベルではないので、今回テストしただけで、あと補充電、整備中にバッテリー外して充電器にかけてたんで、なのでこれも、ゆくゆくは変えなあかんものになりますけど。でもこれね、中古でここで買ったじゃないですか、それ3年前ぐらいでしょ多分。そうですね、3年前ぐらいですよ。ほんでその時皿でしょ。そっから1回も変えてないですよねまだ。だからなかなかやっぱりそこも乗り方によって変わる部分なんですけど、街乗りのちょい乗りが多い人っていうのは正直めっちゃ痛みます。そういうことで、これ面白いのが高速をよく乗る人っていうのはやっぱりずーっと一定の回転数でずーっといい状態の充電圧が流れるんで状態がいいんですよ。なのでそういう違いも違いんですよ。で何年持つのって言われたら、僕らが言うのは2年ごとに変える方が安心ですよって言うんですよ。でも巷、ネット上でもそうなんですけど、俺8年使ってるぜとかいう人も実際いてます。8年、すごいな。でこの間あったのはうちのお客さんでも10年使ってた方いてて、もうそんなんはもう僕からしてもようその状態で不安なく乗ってましたねっていうレベルなんで、これもやっぱり補充電とか乗り方によってはやっぱり交換時期が早くなったり、家でもねずっとバッテリーテンダーつないで充電してる状態であるっていうのもあるんでしょうね。なのでそれがまずい状態になってきてるっていうのがやっぱり中身の状態なんで、外から見る電圧と中の数値って全然違うんで、充電器つないでるから大丈夫っていうわけでもなく、やっぱり距離走ってるとバッテリーの中でこう化学反応が起こったりとかしてこう掃除してとかいろんなことが起こってるんですけど、やっぱりそのゴミが溜まってきてバッテリーの中身が悪くなるっていうのが簡単に説明するとあるので、年数経ってくるとどうしてもダメにはなってきます。3年持ってたらいい方ですよね。もう十分ですね。でツーリングモデルが一番でかいバッテリーになるんでやっぱり持つんですよ。なるほどね。これが例えばスポーツスターとかだと確実に変えといた方がいい状態になってるはずですね。なるほど、バッテリーでかいっていうのもあるわけや。そうですね。なるほどね。あとはついてるオプションとかの電気の使う量っていうのもありますし、なので今回特案と言ってなかったんですけど1個だけちょっとこの気にしてもらいたいっていうのがありまして、ちょっと一回エンジンかけますね。で
ちょっと今アイドリング高めの方が分かりやすいんですけど、これもハーレー距離乗るとあるあるの部分にはなるんですけど、このインナープライマリーっていうところの部品になるんですけど、ミッションからこうシャフト棒が出てきてるところからこっち側のクラッチのところがあるんですけど、このインナープライマリーで保持してる部分があるんですよ、ベアリングで。そこのインナーレースっていう部品が鉄粉がたまたま噛んだりとか距離乗ったりっていうのももちろんあるんですけど、そこがだんだん傷んできて傷がついてきてるんですよ。でそれがこの状態でも分かるのが、今この状態だとエンジン駆動しててこうチェーンが回ってて、でそのチェーンの駆動でミッションにこう回転を伝えてるんですけど、今ミッションが回ってる状態なんで、鳴ってる状態なんですけどちょっと聞こえにくいと思うんですけど、これがちょっとやりますね。一足に入れて、ミッションの駆動を止めるんですよ。だからちょっとこのカメラのマイクでは拾いにくいかもですけど、今の音気にしてください。パッとつなぐと音出るんで気にしてください。大体よくあるインナープライマリーのベアリングのところのインナーレースが傷入ってる状態。それはどうすればいいんですか？それはね、もうここまで全部ばらさないとほんまのここですっていうチェックができないんですよ。なのでそれはまたちょっと見積もり作ってもらっておおよそ何本ぐらいかかるかで、これぐらいの音のんって正直うちの店では結構いてるんですよ。そんな気にするほどでもないってこと？今現状はいいですけど、この音が止まることは 100% ないんで、ゆくゆくはせなあかんっていう状態で、これ僕のほっとくとどうなんやろか。ほっとくともうあまり何も気にしないお客さんでも気になるぐらいの音が出てき始めるんで、その突然止まったりっていうのはないわけ？っていうのはないです。で僕も自分乗ってるハーレーここ潰れたんあるんですけど1回、僕のはこれの5倍ぐらいの音鳴ってから修理しました。運行に支障が出るっていうもんでもないわけね。だからそうですね。でちょっと待ってくださいね。いろいろあるな。これがインナープライマリーって言ってここについてる部品なんですね。でこれがミッションのメインシャフトっていうところについてるんですけど、あれこれ前見たやつちゃうん？やりましたっけ？やった気する。家にあるよこれ。あります？ちゃう、前にどこやったっけな、静岡か富士かどっかから帰ってくる時にガガガガガって言うて、その時に一回これ同じ形やけど違うんかな。交換一回見てもらっていいですか？傷、ここにそう気づいて、交換してますけど。一回やりましょう。やってる。ほんだらまた何かのタイミングで気づいたってこと？入ってるんかもしれへんですね。確か同じや。今見覚えあるもんこれ。多分やってるんやったらめっちゃ音してんねん。その時はもっとほんでやばくないかな思って何かとか帰ってこれて、ほんでやってもらったこれ多分。あとこれ嫌な話すると、ここから先の話もあって、これも僕自分のバイクだったんですけど、ミッションの中身にもこういったベアリングっていっぱい使われてるんですけど、ミッションの中のところのベアリングが傷んじゃってると、僕自分の変えたんですけど、ミッションのメインシャフト丸々変えなあかんのですよ。ただその時多分僕作業やってるんであれですけど、だいたいインナーまで外してスプロケットっていうベルトのつながっているとことかの歯車とかも全部外した状態で僕チェックするんですけど、その状態までやってるんでしたら、僕チェックしてるんでミッション側は大丈夫やったはずなんですよ。で前これやってるんやったら、
それもバラさなわからないんですけど、もしかしたらミッション側のが傷んできてるかもしれないですね。なるほどね。まあその辺も僕分からへんので任せます。分かりにくいですね。分からないです。だからこの音も、まあちょっと気にしていただいて、前やってるようであれば音の感覚って分かってもらえたと思うので。前の音と違うけどね、前もっと音してたからね。なんかだから多分ここのレースっていうところがもっとこれもお隣してたやつではあるんですけど、まだマシな方なんですよ。ここがもっと筋入ってたよ。筋入ってるぐらいになるとやっぱりここのベアリングと擦れるんで、今オイルがない状態ですけど、この状態でもこういう音になるんですよ。でオイルが付着するとこの音ってちょっと消えるんで、ここに傷が入ってることはその傷の音も入るんで音が鳴る。またありえますね。そうですか。まあまあ今のところまあまあいいか、まだね。ちょっと言われな分かれへんレベルやからね。そうですね。僕多分前の時は帰ってくるともうやばいと走ってええんかっていうぐらいの音やったから、あ、そうですか。まあそれはそれどうならまあちょっと気をつけて音がでかなっていくとかそういうことね。そうですね。それだけまた見ていただければ思います。わかりました。はい。それ以外は特に本当に何もなかったので。車検整備的にはそんな感じで。そうですね。はい。じゃあ続きましてセルですね。一応こういう部品、まあここのセルモーター分解してにはなるんですけど、まあ分解写真は送らせてもらってる思うんでまた見ていただいてっていう感じなんですけど、一応まあセルボタンを押した時に中でまあこの動きがありまして、セルを押した時にこのシャフトが飛び出ていってクラッチのところのギアに噛んでエンジンをこう回してかけるっていうものになるんですけど、これ人間の手の力では無理なんですけど、ワンウェイクラッチって言って一方向にしか回らない作りになってるんですね。でこれがここの中の噛み込むところの部品が傷んでくると、通常こっちはフリーに回るんですけど、こっち側のセル回す時、力加える方にこう回らないはずなんですけど、ひどいやつはこうやってやると回るんですけど、ただエンジンかける時の力のかかり方とこんな手でやるかかり方って全然違うんで、それはちょっと動かないんで正直どうこうは分かりにくい部品ではあるんですけど、前の音の鳴る感じの症状ではほぼこいつが悪いことが多いので、こいつを今回交換します。でそれに伴ってここの当たるクラッチ側のギアがセルモーター外した時に、それも写真送りましたけど、丸い穴が開いててギアがこう見える状態なので、まあギア入れて後ろジャッキアップして後ろこう回しながらギア全周見ていって、たまにあるんですけど欠けてるやつもあるんですよ。欠けてるやつがあるとその欠けてるとこの拍子で噛み込みが悪くなってガガガガってなることもあるんで、これも僕過去あったんはうまいこと連続で4つぐらいのギアが欠けてるお客さんいてたんですよ。でたまにかかんねんけど、たまにずっと空回りする時あんねんっていう症状があって、そのお客さんは外して回していくと4つぐらいギアがかけてて、たまたまその位置でエンジン止めた時にギアないところでこいつがなんぼ出て回そうとしても刃がかけてるってことね。もうそうです、かからないっていう症状もあったぐらいなんで、単純にこいつだけを変えるんじゃなくて相手側のチェックも必要っていうので、そっちは大丈夫やったってこと？全然大丈夫です。はい。なので今回これだけで。これがワンウェイクラッチね。そうですね。はい、なります。ちょっといい値段しますけど。そうですね。まあまあでもね、エンジンねかからなくなったら困るからね。そうですね。出先で。そうですね。だからもうあんな気になってしゃあなかったんで、とりあえずそれで音は治ってるってことですね。そうですね。気にしちゃったらガガってなるのは今現状修理してから全くなってないんで。OK です。はい。はい。これですね。はい。はい。ありがとうございます。であとはエアクリーナー。あとエアクリーナー。てってれーこれね。これね。これ遠く離れていくでしょそこだけ浮くねんこれどうですか感想的にどうですか？いや僕は連絡させてもらった通りやっぱりポイントで入っちゃったんで、
まあここだけねポイントで入れてもいいんじゃないかなっていう。こういうこの辺ね、はい、この辺ね、あと何この辺とか。そうですね、入れれるところにゴールドポイントで入れるのもかっこいいのかなっていうもうこうなることは最初から分かっていたんやけどもう明らかつくともっとこうなんねやみたいな、ちょっと笑けてくんねんけどであとはエンジンかけるとね、ここの中のはいはいはいバタフライが開いてる閉まってるが見えるんですけど、そうそう走ってる時は全く見えないっていう。はいはい、いやもうただねこれつけてるパフォーマンスバーガーが多いでしょ。そうですね、あれ見たらかっこいいなと思って、とりあえず僕はもうこれだけつけてみたいと思っただけだからまあこうなるよね結果ですね。結果予想通り想定通りですけど、ねえ、あとやっぱこんなんやっていくか。ただあとすみません、はい、これも伝えとかないっていうのが今これね、はいはい、ゴムでマウントされてて振動をこう吸収して、まあロングツーリング楽に走るように作られてるんですけど、こっち側のゴムがねちょっとちぎれてるんですよあらら、これ飛んでいく、危ない。でここの、2箇所で止まってるんで、これは危ないね。できたら、まあ、早めにまた検討してもらえる方がいいですね。何言ってるんですか帰ろと。変えた方が。でもね、今ね、僕表で調べて、これだけね、ゴールドのやつとかあるでしょ。パフォーマンスバーガーじゃないけど、このマイク、ね、エアコンに合わそうとそういうのつけるとするでしょ。まあ、これおかしいでしょ、今度。変えたいですねほら、これもおかしになってくるんちゃうんですか。変えたいですねほんだらここも変えたいですよね。ほら、全部やったらなんぼかかんねんっていう話じゃないですか。またね、頭痛いな今8万キロでしょ。そうですね、10万キロぐらいまでは乗ろうと思ってるけど、下手したら年内10万いくんじゃんか。2万キロ、下手したらかな。まあ去年のね破れてるしな、ここ今見つけたわ、これ破れてるし、去年の感じでいったらね、去年秋口からやからね、ガンガン走り出した。これ今年春から、だから車検受けた時におっちゃんも、これ前からめちゃめちゃ乗ってるけどメーター変えたって言われたんですよいや変えてないですいやいや、まあね、3万2000キロぐらい走ってんねん。走ってますね、確か、うちのお客さんでもだいぶロングツーリング行ってる人の仲間入りですねあ、そうなんや、走ってる方の人ね。今2年で3万キロ走る人ってほぼいてないんで、ここのお店ではね、僕が知ってる限りで過去いてたお客さんで、この人やりすぎやなっていうのは1年で2万3000キロ乗ったお客さんいてるんですよ2年で4万5万、すごいな。そのお客さんの記録を超えた方はまだいてない。あ、そうですか。まあしょうがないよね、なんかねイベントばっかり行ってるからね。そうですね。ちょっとこれやばないですか、こっちも。これ破れて、これなんか貼るやつあるよね、上からピッて。あれもね、貼るやつが剥がれてくる。これも言うてヤフオクやからね。シートシートリーチシート、低くて腰の部分が、そう背の低い人向けのやつね。それが入っとったのよ。これ普通にヤフオクで買ったんや、これまた買わなあかん、これ。バイク用品店とか行ったらあるよね、シートの破れ補修シートみたいなのとかもあります。あるでしょ。あんなにちょっとだけ貼っとったらいいやん、もう一応補助で。すぐ剥がれますけどね僕も昔自分これでも開いてくる規制なんかだんだんこのシワに向かってだんだん開いてくるでしょ、これ多分。いやーな、もう次から出てくるな。宝くじ買ったからそうですね、バレンタインジャンボ買ったんでもうあれや、1000万ぐらい当たらへんかな。もうほんならもう新車や、すぐですね、すぐ買うねもうねまあいろいろね、まあいいねんけど、これ気に入ってるから別にいいんやけど、何かと修理がね、そうに予期せぬそういうのが出てくるからさ。だから乗ろう思ったら乗れますけど、これをどこまでそうやってこうメンテとか補修費をかけていくのかっていう。そうインスタでね、みんなつながってますやんか。いろんな方つながらせてもらって、同じウルトラとかね
TC96 乗ってる人ね、はい、でね、もう8万キロなんですよって言うたらね、はい、まだまだってみんな言うみんな言うてくれんねん誰さらさんは12万キロやでとか、誰々さんは13万キロ乗ってるよって、はい、ほんでみんなもっとカスタムしちゃってるから、はい、もう愛着も湧いてるやん。もうね、ずっと乗るつもりで言いはるからええんやけど、僕そんなねお金かけてへんから、もうなんかまあねどっちでもええけど、まあ好きは好きやからね。だからもう12、3万とか乗ってる人いるんやったらまだまだいけんのかなっていうふうにね。これがまだねツインカム全盛の時でしたら、ウルトラからウルトラに部品移すのってまだできたんですよ。なるほどなるほど。ミッキーに変わってからはそうね、ダメな部分もあるんで、移し替えが。なので合わないよね。お金かけてるお客さんはやっぱり乗り続ける人も多いですよね。はいはい、まあいいねんけどよう走るしね。当たりでしょこれ。でもほぼ故障ないっていうか、当たり外れ言うたらダメですけど、当たりや思いますよね、はい、調子いい方の部類でしょ、はい、ね、ほぼ故障ないからな。もうレッカーで運ばれたのパンクやからねそうですねそうそのエンジン故障で運ばれたとかまずないし、ね、エンジンかからないでね止まってしまったとかないから、はい、まあ3年か、まあまあね8万キロ走ってて、それがまあもう状態はいいと思うんで、めちゃめちゃ頑張ってる方や思いますよね。まあ、別にまあ乗り続けれるならもう乗り続けてもいいかなと思うから、またエアクリ変えたんやけどね、結局ね、これか、これそれなってたらもう変えなあかんねやろな。でももうだから変えてくれいうことでしょ、ね、やばいなこれマジで。ほらこんなんやろこれこれやばない。これトレー引っ張ったら取れるよね。引っ張ったら次この止まってるとこのゴムがちぎれるかもしれないですね。これはちょっといかんな。じゃあ変えましょう。これはもうこのデザインもね、そう、これ鉄板仕様なんか昔流行ってたんやろうけども、今時さ部屋のインテリアでもこんなん使ってる人おれへんやん一時あったやん、こんなん。ありましたね。あったやカーペットでこんなやつ。ありましたね今時おらんしな。この当時は良かったんやろうけどね。そうですね。出始めの時につけたんかもしれない、ね。ただここもやっちゃってくれてるから、これ前の方がねこれもいかなあかんやん。ブレーキもね全部やろう思ったら金色、ね、ゴールドにしよう思ったら全部いかなあかんやん。それもうきりないから、とりあえずまあいいか、とりあえずステップボードで変えたらなんていうの、エアクリとこうデザインがねちょっとこれだけが浮かなくなってくるでしょ。これだけでも変えたら、ね、色的に。ほな次これが気になってくるんやろ。この鉄板がここだけ鉄板残るっていうなあ思えへんこれ。すごいダサいく思うねんね。もうだからキリがないそう。キリないよね。キリないけどあれはでも危ないから、ボードだけはそういうのはやっぱり修理と一緒なんで、もう変えなしょうがないよね。だって高速で飛んでいったら嫌やもんな。危ないでしょ。危ないですね。それはまあいいや、ちょっとどこのにするか分からへんけどあと変えたエアクリーナーもこれね、箱入れてるんで、はい、もうこれまたヤフオクで売りますよ。もう売るんですか。なんで持っとくのこれ。いやまあいらんすけど。ローランドサンズ。そうですね。これ誰か欲しい人いるかな。なんかただっちゅうのもあれ、ただでもいいねんけど別に。エアフィルターは結構汚れてるんで、フィルターはね、フィルターは変える方がいいかなとは思いますけど。そう、こんなんもう一応まあネジ類とか全部置いてくれてる、じゃあこれまたヤフオクで売ります。売れる？今安い中華製買う人多いんで、ほんなんもう誰か欲しい人います？あげますよこれ。欲しい人おったらここまで欲しい人おったらDM ください。とりあえず欲しい人連絡ください。おるかなこんなんいやそれは買うたら高いですからね。10万ぐらいするでしょこれ。今めっちゃ高いですからね。10万ぐらいするでしょこれ、だからもういいっすよ。もうこのアレンネスの箱に入れて送りますわ。フォロワー限定です。もちろんフォロワー限定でチャンネル登録していただいて、チャンネル登録してますとかしましたとかいう方で、これね欲しい方いたら応募してみてください。また抽選かなんかしますよはい、まあ来るかどうかわからんけど、はい、ほんなそんなとこですか今回。そうですね、はい、また乗っていただいて、だいぶおじいちゃんにはなってるんで、おじいちゃんね、よしこう健康診断して。ほんまやな、今年はもうねまたもうイベント行きまくろうと思ってるんで、走り倒して
もう走りたいわけじゃないねんただイベントに行きたいだけやねんけどもう必然的に距離が伸びるっていうね。そうですね。はい。まあ、じゃあいい状態やったんで、また可愛がったってください。そうですね。はい。じゃあまたこの黄色いやってゴールドのエアグリつけたこの白のウルトラを見たら声かけてください。じゃあ今日はすみません、ありがとうございます。顔出し NG ね。 NG ですね。 NG ね。僕は NG にしよう。首下でね。首下で、はい、お世話になりまして、はい、また何かあったら来ますんでお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで車検整備終わりましたということでいろいろ説明を受けました。とりあえず車検はね、無事終わりましたということで、そんなに大掛かりな、感じでの悪いところはないということで、一つ見つかったんがこれね、これステップボード、これやっぱり今止めてもらった、これ、はい、結束バンドで止めてもらったんで、これがもう外れそうなんで、もうこれは変えないとダメですね。お金かかりますけど、これもまあ一応修理ということでなんで、せっかくなんでこれね、エアグリがゴールドになったんで、これもねゴールド系のやつに変えようと思います。はい、まあそんな感じで今回も車検無事終わりましたんで、はい、これであちこちまたねイベント等行って全国走り回りたいと思いますんでね、皆さんよろしくお願いします。ということで今回は車検無事に完了しましたという動画でございました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。